コインチャンネル。こんにちは。僕は明治3年一円銀貨のつくも神いちかです。カイレテ。私は古代ギリシャアテナイのテトラドラクマ銀貨テトラです。これから日本の江戸時代幕末の金貨流出事件について詳しく解説していこうと思うのだけど、それにふさわしいゲストを連れてきたわ。おー、ゲスト楽しみ。それじゃ出てきてもらいましょう。お初にお目にかかりやす。おいらは江戸幕府最後の小判万円小判ってんだ。よろしくな。猫耳だよテトラちゃん。かわいいよ。猫に小判だよ。猫耳ふわふわだ。小判だから山吹色の髪の毛なんだね。きれい。なんだよ、あんまりジロジロ見るんじゃねえよ。ふふ、いちかは会うのが初めてだったわね。改めて紹介するわ。彼女は万円小判、江戸時代の最後を飾った一両小判で、人間さんたちからは新小判やひな小判、姫小判と呼ばれているわ。姫小判。万円小判ちゃんはお姫様なの？姫なんて柄じゃねえな。おいらは姉さんたち天保小判より小せえからひななんて呼ばれてただけさ。そうなの？でもひな小判ってかわいいじゃん。ひな小判、ひな小判、ひな子。万円ひな小判のひな子、ひなちゃんって呼んでいい？ひなちゃん？そいつはおいらのあだ名かい？なんてえか、おいらにはちょいと可愛すぎる気がするぜ。あら、いいじゃない。ひな子、結構粋な名前だと思うわ。へへ、そうかい、粋かい。それじゃこれからはひな子って名乗るとするかな。それじゃよろしくね、ひなちゃん。おう、よろしく頼むぜ一の字。一の字、僕のこと？ふふ、仲良くなれそうでよかったわ。コインチャンネル。今回からひな子たち万円小判の誕生秘話、コインをめぐる幕末日本の壮大な物語を全5回のシリーズ動画として連続でお届けするわ。物語はフェリー来航から始まって横浜ゴールドラッシュと呼ばれる小判流出事件、幕末通貨戦争の真相、そして万円小判の誕生の秘密に迫っていくさまざまな人物や出来事が入り乱れる一大スペクタクルよ。初回となる今回はこの物語の主人公でもある万円小判がどんな小判なのかをじっくり解説していくわね。おいらたちが主人公の物語かい？嬉しいね。万円小判は小判流出事件の真相を語る上で欠かせない存在だからね。小判流出事件、僕知ってるよ。知ってるのか一の字。あら、予習してきたのね。偉いわ。じゃあ簡単に説明してもらえるかしら。日本とアメリカの間で通商条約が結ばれた時に、日本では銀貨の価値が高くて金貨が安かったから、海外から銀貨がたくさん入ってきて、金貨である小判が海外にたくさん流出しちゃったんだ。だから江戸幕府は小判を小さくして小判が流出しないようにしたんだよ。それで生まれたのがおいらたち万円小判ってわけさ。おいらたちが生まれたせいで物価がバカみたいに上がっちまったんだ。そいつが元で260年続いた幕府が滅んじまったのさ。そんなひなちゃんのせいじゃないよ。いちかの言う通りよ。ひな子、幕府が滅んだのは万円小判のせいではないわ。そいつはほんとかい？もちろんよ。今回の物語を全部見終わる頃には幕末の金貨流出事件や万円の改鋳、明治維新の見方が変わってくると思うわ。教科書ではたった数行で書かれていることでも、その行間には多くの知られるべき真実が眠っているのよ。そいつはすげえ面白そうだな。続きを見逃さないように今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。高評価とコメントで応援してくれたらとっても嬉しいぜ。それでは早速万円小判の解説から始めていきましょう。
おう、よろしく頼むぜ。まずは万円小判の基本情報から解説していくわ。万円小判は額面1両の金貨で、発行は万円元年、西暦1860年。発行枚数は62万5050枚よ。62万枚。それって多いの？天宝小判が812万枚、文政小判が1104万枚、原文小判が1743万枚だから、小判としては桁違いに発行枚数が少ないわね。オイラたちそんなに発行枚数少なかったんだな。じゃあレアなコインなんだね。そうね、流通貨幣としては枚数が少ないからレアコインだと思うわ。実際近年ひな子たち万円小判への注目が高まっていて、コレクターさんたちの間では万円小判の取引価格がじわじわと上昇しているわ。へえ、オイラたち万円小判が人気者になってるのかい。そいつはちっとばかし照れるね。ふふ。次は万円小判の品位や重さの紹介ね。万円小判の品位は金が 56.77%、銀が 43.23% で、重さは 3.3g、大きさは縦 3.6 センチ、横2センチ、厚みは 0.3mm くらいになるわ。暗い。なんだい、曖昧だね。ふふ。実は万円小判には幅2センチの通常サイズと比較して少しだけ大きい幅 2.2 センチくらいの幅広型という種類があるのよ。ひなちゃんはどっちなの？ひな子は見た感じ幅広型ね。そうなのかい。そんな細けいこと気にしたことなかったな。幅広といえばひなちゃんの帯の結び方、ふわっと広がっててすごく華やかだよね。浮世絵の美人さんみたい。別に幅広型だからこの結び方してるわけじゃねえけどよ。華やかっつうのは悪かねえな。へへ、ありがとよ。次は万円小判以前に主流の小判だった天宝小判と大きさを比較してみましょう。こうやって並んでみるとオイラって本当にちっちゃいんだな。でもテトラちゃんより身長大きいよね。そうね、万円小判は小判の中では小さいけど、他の種類のコインと比較するとそんなに小さくはないわ。まあその代わりだいぶぺったんこだけどな。小さくて薄くてもちゃんと小判らしいデザインで存在感があるわ。デザインといえばひなちゃんの髪飾りのデザインかわいいね。こいつかい。こいつは小判の裏側に押されたオイラたち小判のトレードマークみたいなもんさ。それは歴代の小判に受け継がれている花王の刻印ね。花王ってなんだっけ？花王は名前などをもとに図案化されたサインの一種ね。花模様みたいで素敵でしょ。小判を作る金座の当主は初代の後藤正三郎光次さんの名前が刺繍されていて、この花王は金座当主御金銀改め役の後藤正三郎光次さんがこの小判を作りましたよっていうブランドのロゴみたいなものね。この花王は後藤正三郎光次さんの名前のどこを花王にしてるの？これまた難しい質問ね。それはオイラも気になるぜ。まずここがミーかしら。ミーかな。ミーよ、考えないで感じて。それでここに1つか2つでしょ。まあそれはわかるな。それでここに具が来るわ。結構ゴリ押しなんだね。あくまでも私の推測だから参考までにね。光次さんの花王にはいくつかのバリエーションがあるわ。この手書きの花王はなんとなく小判の花王を組み合わせたようにも見えるわね。確かに見えるかも。花王は一人1個じゃないんだな。しかも組み合わせたりとかして意外と自由なんだな。花王はその人だけのサインであって、書いた人が特定できるなら割と何でも大丈夫よ。例えば戦国時代の武将三好宗伊さんの花王はすごく鳥さんで可愛いわ。すっごい可愛い。他の人と同じ形になってしまったら花王の意味がないから。文字を逆さにしたり切ったり貼ったり重ね合わせたり
文字以外を入れたりしてオリジナリティある華やかなデザインにするのが花王なの。だから花王の解読はとっても難しいし、正解は作った人じゃないとわからないわ。でも花王ってとっても面白くて素敵でしょ。確かにそうだな。オイラはこの顔の上のところが猫の耳みたいに見えるのがお気に入りなんだぜ。ほんとだ、猫耳みたい。かわいい。ふふ。ちなみにこの花王は小判だけじゃなく、1835年天保6年から金座で発行された天保通宝百文銭の裏面にも刻印されているわ。ほんとだ、同じ顔が入ってるね。金座生まれの証って凝ったな。天保通宝は1文銭で5枚分くらいの重さしかなかったのだけど、これが百文銭として受け入れられたのは小判のような形と金色の見た目、そして金座発行の証である花王の刻印があったからかもしれないわね。一つの刻印にもすごい歴史があるんだね。面白い。小判のデザインについてもっと教えて。いいわよ。まずは表面の上下に扇の枠で囲われた五三の切り紋があるわ。後藤家が豊臣秀吉公から藩金改め奮闘役の仕事を与えられた際に切り紋を使うことを許可されてから、後藤家が作るコインや奮闘には切り紋が入れられているわ。切り紋はもともと皇室の紋章だったのだけど、後醍醐天皇が足利尊氏公に切り紋を下賜してから、足利家から織田信長公、信長公から秀吉公へ切り紋が与えられていったの。とんでもねえ歴史がある刻印なんだな。そして中央には一両の額面と光次さんの名版と花王の刻印があるわ。ひなちゃんの腰紐と飾りはこのデザインなんだね。へへ、しゃれてんだろ。かわいい。小判にはたくさんの線が彫られているけど、これはなんだかわかるかしら。そういや小判にはみんなこの筋目が入ってるけど、なんで入っているのか考えたことなかったな。これは土目やござ目と呼ばれていて、金槌によって一つ一つ手作業で刻まれた筋目なのだけど、なぜ入っているのかについては諸説があって、米俵をイメージしているとか、滑り止めとか、中まで金であることを示すためとか、室町時代のヒルモ金や譲り葉金のデザインを踏襲しているとか、偽造防止のためとか、いろいろな説があるわね。小判は米俵と同じ楕円形だし、米俵説に1票。俵だけに1票ってか。ふふ、まあ確かに江戸時代はお米がお金でもあったから、そういう意味で小判が米俵のデザインだったら素敵だと思うけど、小判を俵に見立てたとしたら筋目の向きが90度違うのよね。確かに。まあなんだ、何にもねえと閉まらねえし、あった方が粋じゃねえか。そうね、確かにひな子の言う通りだわ。綺麗に打ち揃えられた土目は一枚一枚に込められた手仕事の証、小判らしい粋な美しさだと思うわ。確かにこの筋目が入ってないと小判って感じしないもんね。コインチャンネル。ねえねえテトラちゃん、金座当主の後藤庄三郎光次さんって僕たち一円銀貨を作ってくれた夏お父さんのライバルだった。金工職人の後藤一条さんとはどんな関係なの？このチャンネルの最初の動画で紹介した後藤一条さんのお話ね。一条さんは大判や奮闘を作る京後藤家の分家七郎右衛門家の人で、小判を作る江戸の後藤庄三郎さんと元をたどると同じ家ではあるのだけど、後藤家にはいろいろと込み入った事情があるから少し解説が必要ね。特に金座後藤庄三郎家の成り立ちは小判の歴史を語る上で欠かせないのだけど、多くの一次資料が1657年の明暦の大火で消失してしまっていて、限られた資料しか残っていないの。だから金座後藤家の成り立ちには諸説があって、大筋では大体同じだけど細かいところは研究者によって解釈が異なるわ。私がこれから解説することも一つの説として聞いてね。わかった。それじゃ早速
後藤家の歴史を簡単に解説していくわね。後藤家の本家は京都で室町時代から続く近郊の名門で、世襲の名前から後藤四郎兵衛家と言われているわ。正三郎さんはもともとこの京後藤家で働いていた職人さんで、旧姓は橋本さんと言われているわ。もともとは後藤家の人じゃなかったんだな。そうなの。江戸で新しいコインを作ろうとしていた徳川家康公が後藤家に協力を頼んで、5代目当主の後藤徳丈さんが弟子の一人であった橋本正三郎さんを名代として江戸に派遣したのが金座後藤家の始まりね。ちなみに小判に打たれている切り紋のデザインを作ったのはこの5代目後藤家当主の徳丈さんで、この切り紋は別名で徳丈切と呼ばれているわ。おお、すごい。当初江戸に派遣されたのは徳丈さんの弟長丈さんと正三郎さんの2人だったのだけど、長丈さんはすぐに京都に戻ってしまったの。結果江戸に1人残された正三郎さんが徳丈さんの名代を務めることになったわ。そういったいろいろな事情と家康公の取り計らいもあって、正三郎さんは後藤家の有志となって後藤正三郎光次の名前を名乗ることが許されたの。有志って何なの？養子とは違うの？有志は通常の養子縁組とは異なって特別な理由で結ぶ条件付きの親子関係かしら。正三郎さんは後藤家を名乗ることは許されたけど、それは正三郎さん一代限りで、正三郎さんの子供は後藤姓を名乗れないという条件付きでの縁組だったみたいね。なんだかややこしいね。貨幣をめぐって繰り広げられる豊臣家と徳川家の緊迫した駆け引きが垣間見えるわね。京後藤家は政権を担う豊臣家と五大老筆頭の徳川家の間に挟まれていて、徳丈さんにとってはとっても胃が痛い状況ね。天下人2人の間に挟まれるとかストレスエグそうだな。家康公が正三郎さんに後藤姓を名乗らせたかったのは、近郊の名門後藤家という名前の信用力で一両小判という新しいコインを広く流通させたいという思惑があったのだと思うわ。後藤家は当時からそれくらいブランド力のある名前だったんだね。後藤家は初代の後藤雄丈さんが室町幕府の第8代征夷大将軍足利義政公に仕えた武士で、義政公に金工の才能を認められて刀の装飾を作り始めて以来、一族が信長公秀吉公の御用達彫金師として仕えていて、当時の金工の世界で圧倒的ブランド力を誇っていたわ。何はともあれ後藤正三郎光次さんは1595年文禄4年武蔵墨垣小判という徳川家の領地である関八州の両国貨幣を作り始めたわ。なんか墨で書かれてて大判みたいな迫力があるな。かっこいい。なんて書いてあるの？武蔵一両光次、その下に顔をね。かっこいいのだけど手書きだったから大量生産はなかなかできなかったみたいね。両国貨幣って何なの？戦国時代から江戸時代初期に各地を治めた戦国大名が自分の領内で通用させるために作った金貨や銀貨ね。武蔵墨垣小判は両国貨幣という名目で貨幣鋳造技術のノウハウを確立するためのプレ小判的なものだったのかもしれないわね。家康公と光次さんは来たるべき日に備えて小判量産の準備を着々と進めていったわ。そして1598年9月18日、太閤秀吉公が皇居。この日を境に家康公は天下取りに向かって突き進むわ。西暦1600年慶長5年、天下分け目の関ヶ原の戦いで勝利した家康公は征夷大将軍に就任して幕府を開くより先に貨幣制度統一に向けて動き出したの。関ヶ原の戦いの翌年1601年慶長6年には統一通貨として慶長小判が発行されたわ。これまでの恩賞として少数生産する大判とは異なって流通貨幣として広く使われることを目指した慶長小判は、これまでの墨書きを刻印に改め切り紋と一両の額面光次と顔の刻印が打たれるようになったわ。これでオイラたち万円小判まで受け継がれる小判のデザインが完成したんだな。小判のデザインには
壮大なドラマがあったんだね。すごい。小判には貨幣統一を目指す家康公の夢と後藤家が積み上げてきた技術、そして一介の職人から徳川幕府の初代ミントマスターにまで上り詰めた後藤庄三郎光次さんの努力が刻まれているのよ。コインチャンネル。最後に裏面のデザインについて解説していきましょう。裏面には最初に解説した光次さんの顔が中央に打たれていて、右上の方に小判の時代を示す年季印、左下にザニ印や建国印と呼ばれる小さな2つの刻印があるわ。この小判は彫って書いてあるから天保小判だね。その通りよ。じゃあひなちゃんには万円の万って打ってあるのかな。おいらには何も打ってねえな。なんでなんだい。寂しいじゃねえか。万円小判はこれまでの小判と比較して小さいから一目で種類がわかるわ。だから年季印を打つ必要がなかったんじゃないかしら。それに年季印がないのは悪い意味ではないわ。初代の慶長小判や慶長小判の復刻を目指した聖徳享保小判にも年季印はないのよ。へへ、そう聞くと無印ってのも悪かねえな。左下のザニー印についても教えてくんな。左下の上下に並んだ小さな刻印ね。上が地金精錬を取り仕切った金座人の印、下がコイン成形を担当した不起所棟梁の印よ。この刻印はそれぞれの責任者の検査に合格した証なのよ。小判職人さんのサインなんだ。なんか素敵だね。刻まれる印は時代によって責任者が変わるから色々あって、組み合わせを楽しむコレクターさんも多いの。特に人気なのが大吉とか小吉って読める組み合わせね。なんだかおみくじみたいだね。刻印の組み合わせでたまたま生まれた大吉を偶然大吉と呼ぶのだけど、それとは別に幕府の偉い人に献上するために特別丁寧に作った小判にも大吉の刻印が打たれたわ。忖度大吉だね。献上大吉よ。他には弁天様を表す馬神とか布袋様を表す九丁のように七福神にちなんだものが人気があるわ。江戸っ子は縁起物が大好きだからな。おいらのザニー印は旧貴かどんな人たちだったんだろうな。旧は江戸金座人の坂倉久蔵さんか息子の藤之助さん。貴は京不起所棟梁の北仙太郎さんね。坂倉さんに北さんか初めて知ったぜ。なんか名前がわかるだけでも嬉しいもんだな。ちなみに万円小判の幅広型はこの坂倉さんの9と北さんの木の組み合わせで見られる特徴なの。坂倉さんと北さんがちょっと大きいの作ってみようぜみたいな感じで話し合ったのかな。そうかもしれないわね。本当のところはわからないけど、この小さな刻印から当時の金座を想像するのは楽しいわ。コインコレクターさんからの人気は縁起の良い刻印の組み合わせの小判に集中しがちではあるけど、刻印は単なる記号ではなく金座の職人さんによって一枚一枚の小判が手作業で作られ検査されて貨幣として合格した証なの。だからどんな刻印の組み合わせだったとしてもそこにはちゃんと意味があってとても価値あるものなのよ。なんだよ、ものすごく粋な話じゃねえか。そう、とっても粋な話なの。万円小判はそれまでの小判と比較して小さく薄くなってしまったけど、金座人と不起所棟梁の刻印は省略されることなくきちんと刻まれているわ。それは万円小判が歴史と伝統ある金座後藤家によって責任を持って仕上げられた作品であるという証。そして江戸幕府最後の小判としてその品格と威厳をしっかりと保った誇り高い本意貨幣の証でもあるのよ。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとよ。今回の動画はどうだったかしら。おいらたち小判の刻印にこんなにいろいろな意味があったなんて驚きだぜ。ひなちゃんたち万円小判のことたくさん知れて楽しかった。人間さんたちにも
万円小判の魅力が伝わっていれば嬉しいわね。次回からはいよいよひなちゃんたちが生まれるまでの壮大な幕末物語が始まるんだよね。オイラがどうやって生まれたのか正直オイラもよく知らねえんだ。楽しみだな。よろしく頼むぜテト姉さん。任せてちょうだい。解説する内容は5万字くらいですでにまとめ終わっているわ。5万字？大丈夫かい？ちゃんと動画として収集つくのかい？多分大丈夫よ。ほら、章立てするとこんな感じだから。うわー、盛りだくさんだね。ちょいと盛りすぎじゃないかい？書き出したら楽しくってつい筆が乗っちゃったわ。しばらくはメイン動画でこのシリーズを続けながら間にコインの紹介や貨幣学用語解説のショート動画とかを作っていこうと思うわ。流行りのショート動画も作っていくんだね。たくさんの人間さんに見てもらえるといいな。ということで次の動画も見逃さないようにチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。オイラたちに聞きたいことがあったら気軽にコメントしてくれよ。 SNS でもシェアしてくれたら嬉しいです。次回は黒船来航と最初の日米通貨交渉のお話から始めるわ。ついに物語が動き出すんだね。楽しみ。次回の動画でまた会おうぜ。じゃあまたね。